はい、今回はアフターエフェクツでこんな感じのインフォグラフィックスのワンシーンの作り方をご紹介していきます。こちらの作例なんですが、もともとは今月9月20日に発売する新しいアフターエフェクツの本の中の作例の一つとして作ったものなのですが、ページ数の兼ね合いで入らなくなった、いわゆるボツとなった作例となります。こんな感じの作例がいいんじゃないかというのをたくさん作った中で何個か入らなくなってしまったのですが、そういった時に入る入らないの優先度としては、その作例を作る中で説明している機能のバリエーションですね。こういったところも本の中で優先することになって、今回こちらの作例は外れてしまったものとなります。と言いつつ、このままお蔵入りにするのもちょっとあれですので、今回チュートリアルでご紹介していこうと思います。さらにこの作例はアフターエフェクツモーショングラフィックス入門講座の本の中で割と後半に入れる予定のものでしたので、この作例を見てこれぐらいのものであれば別に何も意識することなくパッと作れるよという方にとってはもうあの本はいらないという判断にもなりますし、逆にこういったものを一からちゃんと勉強して作りたいという方にとっては非常に役に立つ内容の本になっていると思いますので、そういった判断としても使えるかなと思います。ですので、このチュートリアルと本の内容を合わせてチェックしていただければと思います。では、ここから制作を進めていきます。まず、人のアイコンを作るのですが、今回はイラストレーターを使っていきます。本の中ではイラストレーターは使わず、アフターエフェクツのシェイプで全て制作しているのですが、チュートリアルに関してはページ数も時間も特に制限はありませんので、僕が普段行っているイラストレーターを使った作り方でご紹介していきます。まず、イラストレーター、ファイル、新規で新規ドキュメントを作成します。フィルムとビデオのテンプレートから HD1080 を選んで詳細設定。透明グリッドはオフにしておきます。そしてドキュメントを作成。な感じですね。コントロールマイナスでズームアウト、コントロールプラスで拡大、縮小ですね。そしていろいろ表示が邪魔なので非表示にしていきます。アートボードをダブルクリックします。そして表示、センターマーク、十字線、ビデオセーフをオフにします。そして OK。こんな感じですね。ではここに人のアイコンを書いていきます。まず、角丸長方形ツールを選択します。そして1回クリックします。そして角丸半径の数値を200に設定します。大きめの数値ですね。に設定して OK を押します。そして一旦今書かれたものは削除します。角丸長方形ツールを選んで足を描いていきます。こんな感じですね。こう丸まった長方形となります。そして選択ツールに切り替えて、今塗りが白、線が黒となっているので逆転させます。塗りが黒、そして線はオフ。そして選択ツール、選択した状態で、オルトキーを押しながら右にドラッグします。すると複製できるので、こんな感じで配置します。次に胴体部分を描いていきます。もう一度角丸長方形で、足の外枠から足の外枠にかけて、こんな感じですね。選択ツールで整えていきます。上下左右の矢印キーでも移動できるので移動していきます。次に腕を描きます。また角丸長方形ツールで少し離した位置に、足より若干細いイメージですかね。そして同じようにオルトキーを押しながらドラッグして複製。幅を合わせます。そして両方選択して位置を調整。次に型を描いていきます。また角丸長方形ツールで腕の外側から腕の外側にかけて。で、ここではこの型の R を意識する感じで書いていきます。こんな感じですね。そして位置を調整。
こんな感じですね。そしてこの肩の下半分の部分、不要になってきますので削っていきます。もう一つ、長方形を書いて削る部分を書きます。そして、両方とも選択した状態でパスファインダーの前面オブジェクトで型抜きをクリックすると、こんな感じで削ることができました。形を調整していきます。こんな感じですね。そして最後に顔を描きます。楕円形ツールで体の中央軸からオルトとシフトを押しながら線円を描きます。ちょっとずれてるかな。大きさを調整します。オルトとシフトを押しながら可動をドラッグ。バランスを調整します。こんな感じですね。これで完成しましたので、すべて選択して、コントロール G でグループ化します。センター表示でこんな感じですね。これで人のアイコンができましたので、これを After Effects に持っていきます。CC ライブラリーに入れます。このアイコンをドラッグして CC ライブラリーに追加します。アートワーク追加ですね。入りました。この状態で After Effects に行きます。まず、コンポジション、新規コンポジション、人、01としてコンポジションを作成します。そして After Effects の CC ライブラリを開くと、先ほどのアイコンが来ていますので、配置します。コンポジションが黒いので見えないですね。コンポジションのカラーを白に変えておきます。こんな感じですね。コラプスにチェックを入れてスケール S を押して少し大きくしておきます。コンポジションのサイズを合わせておきます。コンポジション設定で縦横比のチェックを外して横幅を500。これぐらいですね。CC ライブラリから読み込んだこの人のアイコンは AI のアートワークとなっていますので、これをまたベクターに戻していきます。右クリック。作成。ベクトルレイヤーからシェイプを作成。するとこれで After Effects のシェイプに変換されました。これでアートワークは削除します。シェイプを開くとこんな感じですね。先ほど書いたバラバラのパスになっています。これを頭と胴体に分けていきます。このアートワークのシェイプ自体をコントロール D で複製。上を頭。下を体、ボディとしておきます。そしてこのグループ1が頭なので、ボディの方はグループ1をデリートで削除。頭の方はグループ1以外をデリートで削除。これで頭と体が分かれた状態となります。先に簡単にアニメーションをつけておきます。頭のアンカーポイントを首元に移動して、R。例えば回転をマイナス15。そしてキーフレームを設定して、15コマ進めて、プラス方向に15。両方選択して F9 でイーズ。さらに15コマ進めて、最初のキーフレームをコントロール C、コントロール V で貼り付け。こんな感じですね。少し首を振ってルンルンしている感じ。これをエクスプレッションでループさせます。オルトキーを押しながら
ストップウォッチをクリックして、エクスプレッションの入力モードにして、プロパティ、ループアウト、サイクルのキーフレームを選択します。すると、このキーフレームをループし続けるようになります。これで人のアイコンが完成です。ではメインのコンポジションを作っていきます。コンポジション新規、カット、01として、フル HD のコンポジションですね。1080-29.97 を作成します。ここに、レイヤー新規、平面で背景を作ります。BG01 として、ピンク系ですね。ちょっと濃いかな。そして人を配置します。少し色変えていきます。BG にエフェクト、描画、塗り。これぐらいとしておきます。人の色は、人を選択してエフェクト、描画、塗りで白に設定しておきます。配置します。もうちょっと左でスケールを S を押して小さく。まず全体のレイアウトを作っていきます。テキストで、文字の色は白に設定。オルトキーを押しながら矢印の左右で文字の間隔を調整していきます。さらに文字を配置します。60% として、フォントを変えます。エージェンシー FB ボールド。大きさも大きくします。こんな感じですね。これでベースのグラフィックが完成しました。今動いているのは、最初に設定したこの首が動いている部分だけですね。ではここから出現のアニメーションを作っていきます。まず人のアイコン、スケール、キーフレームを打ちます。10コマ進めてさらにキーフレーム、さらに10コマ進めてキーフレーム、すべて選択した状態で F9 イーズをつけておきます。2つ目のキーフレームを少し大きくしておきます。そして1つ目のキーフレームは0。すると、こんな感じで跳ねて出現する感じですね。少しタイミングを早めておきます。キーフレームをすべて選択した状態で Alt キーを押しながら一番後ろのキーフレームをドラッグで速度を調整します。こんな感じですね。次に、文字の出現、体の水分量ですね。スタート位置を人が出現した後に移動しておきます。この体の水分量という文字は、この左側の人にかかってきますので、この人から出現してくるような形とします。選択ツールで P を押して1、キーフレームを設定しておきます。後ろに移動して決め1、そして左に移動します。こんな感じですね。止まるときは F9 で Ease。時間を調整します。こんな感じですね。そしてここに、レイヤー新規、平面、マット、
01として、平面を作成します。左に移動して、この体のラインですね、を隠すようにして、マットを文字の上に配置。そして文字のトラックマットをアルファ反転マットに。するとこのマットが載っている部分は文字が表示されなくなりますので、こんな感じですね。人の中から文字が出てくるようになります。次に 60% の文字。こちらもアニメーションしていきます。体の水分量が出てきた後から 60% が出てくる。そしてこの 60% の文字、カウントアップしたいので、エフェクトを使っていきます。まず、レイヤー、新規平面。数字ですので、num としておきます。num01 として、また色を変えて平面を作ります。スタート位置は 60% と同じですね。そしてこの平面にエフェクト、テキスト、番号を適用します。するとフォントの設定が出てきますので、先ほどと同じフォント、エージェンシー FB のボールドを設定しておきます。するとサイズを大きくすると、こんな感じですね。位置を合わせておきます。そして、I を押してスタート地点。数値の種類を、先頭は0に設定しておきます。小数点も0。するとこんな感じですね。ここでキーフレームを設定して時間を進めて60にすると、こんな感じでカウントアップしていくようになります。ソロにすると、こんな感じですね。そしてこれ今、数字がカウントアップするときに踊っているような、ずれるような形になっているのですが、これフォントによって変わってくるんですが、例えばこのプロポーショナル文字のチェックを外します。このフォントの場合安定しますね。こういった感じとなります。その代わり文字の間隔の自動調整がオフになっていますので、トラッキング量を自分で設定します。マイナス6、5、4、マイナス5ぐらいですね。そして、位置を調整。こんな感じですね。元のレイアウトの60の数値だけ削除します。パーセントだけ残して配置して小さくします。そして数字の色を白に設定。そして次にこの0、3つがいらないのでまたマットで隠していきます。先ほど作った平面のマットをまた使って数字の上に配置して000を隠します。こんな感じですね。そしてこの状態でアルファ反転マット。すると、こんな感じとなります。さらに出現のアニメーションなんかもつけていきます。レイヤー新規、ヌルですね。このヌルオブジェクトを、まずこの 60% の中央あたりに配置します。マット、ナム、パーセントを親にします。そしてヌル。スタート位置は合わせておきます。S を押してスケール、キーフレームを打って10コマ進めてまたキーフレーム。10コマ進めてまたキーフレーム。2つ目のキーフレームを少し大きくして120。130ぐらいでもいいですね。130。
そして1つ目のキーフレームは0。そしてすべて選択して F9 で Ease。すると、こんな感じですね。ヌルに追従して、スケールのアニメーションが設定できました。さらにひねりなんかも加えていきます。R を押して回転、キーフレームを設定して U を押してすべてのキーフレームを表示。2つ目のキーフレームは少し行き過ぎた感じに設定。1つ目のキーフレームはマイナス90。そしてすべて選択して F9 で Ease。こんな感じですね。少し動きが遅いので、すべて選択してまたオルトキーでドラッグして速度を調整します。少し文字が出てくるのも遅いですね。早めます。こんな感じですね。そしてカウントアップのアニメーションはこの出現した後から始まるように移動します。NAM で U を押してカウントアップのキーフレームを後ろに移動します。こんな感じですね。ヌルで配置を調整。こんな感じですね。そして最後に、この 60% のカウントアップに合わせて人の体に水が溜まっていくアニメーションを作ります。すべてのレイヤーを選択を解除した状態で長方形ツール。そして体の外側に長方形を描きます。色は水の感じで薄い水色。そして番号のカウントアップが始まるスタート位置を頭にして、レイヤーも水としておきます。そして、アンカーポイントを下に移動します。コントロールキーを押しながらドラッグで吸着。そして S。スケールの縦横比を解除して、高さを小さくしていきます。そしてこの足元にちょうどかからない位置ぐらいでキーフレームを設定して、時間を進めて、だいたい 60% ぐらいの位置まで高さを上げます。上がってきたところは F9 で Ease。すると、こんな感じですね。カウントアップに合わせて水が増えていくと。さらに、この水の水面の揺らぎを作っていきます。水を選択して、エフェクト、ディストーション、タービュレントディスプレイスを適用します。こんな感じで歪みますので、この歪みを展開で動くので、この展開を回し続けます。展開のキーフレームをオルトキーを押しながらクリックして、エクスプレッション入力モード、タイム、アスタリスク200とします。すると、こんな感じで揺れ続けるようになります。水面の揺れ具合を調整します。量30、サイズ50。するとこんな感じですね。ちょっと水多すぎる感じがするので、S、スケールをもう少し下げておきます。60%、これぐらいかな。こんな感じですね。そして最後に、人の体をコントロール D で複製して、水の上に配置して、人の形で水を切り抜きます。トラックマット、アルファマット。これで完成です。こんな感じでインフォグラフィックスのアニメーションを作ることができます。
9月20日に発売される新しい本、プロが教えるアフターエフェクツモーショングラフィックス入門講座では、こういったイラストレーション、グラフィック、文字、図形なんかを動かしたアフターエフェクツのアニメーションの作り方をご紹介しています。こういったところを一から勉強したい方にはかなりお役に立てる内容になっていると思いますので、ぜひチェックしてみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。このチャンネルではアフターエフェクツシネマ 4D ベガスを中心に動画制作の中でちょっと使うだけでいい感じになる技のご紹介を行っています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。